復職可能の診断書が出ました。イコール、明日から元通り働けます。実は、そうとは限らないんだ。今日は、メンタルヘルス不調からの復職面談のお話だよ。こんにちは、人事課長のゆきです。今日は舞さんの復職面談です。ご本人と上司のシェル課長、産業医の山猫先生に集まっていただきました。休職中の舞です。主治医の先生から復職可能の診断書をもらいました。でも正直ちゃんと働けるか不安です。上司のシェルです。舞さんの復帰は嬉しいのですが、どう受け入れてどう見守ればいいのか私も知りたいです。まずこの面談の大事なルールからここでお話しする内容はご本人にも上司にも人事にも全く同じことをお伝えするよ。裏で何かを決めることはないから安心してね。それを聞いて少しほっとしました。じゃあ本題、主治医の先生が書く復職可能の診断書は日常生活が問題なく過ごせるというレベルで出ることもあるんだ。睡眠、食欲、意欲が戻っていること、これはとても大事だけどあくまで最低限のレベルなんだよ。会社で働くにはもう一段上の回復が必要ということですね。その通り。目安は日中に何らかの活動ができること、散歩や買い物、電車でのお出かけ、図書館での読書、ジムやプールでの運動、健康的な趣味などだね。お酒やタバコ、ギャンブルではなくだよ。日中に活動できる体力づくりと集中力の維持、それから通勤が問題なくできることだね。最近は朝に散歩をして図書館で本を読む練習をしています。いいね。さらに望ましいのは一人暮らしでなければ同居のご家族に病気や体調管理について理解と協力があることだよ。先生、なぜそこまで回復してからでないといけないのですか？回復が不十分なまま焦って復職すると不調がぶり返す、つまり再燃のリスクが高くなると考えられているからなんだ。特に復職してから3ヶ月から6ヶ月くらいは再発のリスクが高い時期と言われているよ。復職したら終わりではないんですね。そう。だからお薬と通院の話もしておくね。お薬の減らし方は主治医の先生とよく相談しながら丁寧に進めること、自己判断で勝手にお薬をやめないこと、そして自己判断で通院をやめることは絶対にダメだよ。復職のタイミングでお薬が終わっていた方が間もなく再燃してしまうこともあると聞いたことがあります。その場合、そもそもお薬を終了したことが主な原因で再燃した可能性も考えられて判断が難しくなってしまうんだ。だから復職の前後で自己判断の中断はしないでほしい。もともとお薬がない人でも相談しやすい関係を保つために当面は通院を続けることをお勧めしているよ。わかりました。通院は続けます。次に復職先について確認させてください。舞さんは元の職場に戻る形で良いでしょうか？原則は元の職場への復帰なんだ。理由は2つあるよ。1つ目、移動を伴う復職は復職そのものの負荷に加えて人間関係の変化や業務内容の変化といった環境の変化まで重なってしまうから。2つ目、復職後の体調の評価が難しくなる場合があるからなんだ。体調の評価、それは私の役割ですね。具体的にはどう見ればいいですか？ポイントは2つ。1つは勤怠、突発的なお休みや遅刻が出てきたら体調が悪そうだと判断しやすい。主治医の再診を早めたり、産業医面談が必要かどうか検討や相談ができるよ。もう一つはきちんと仕事ができるか、出社できていても手が動かない、報告、連絡、相談ができない、アウトプットが落ちている、そんな時は体調が悪いのではないかと心配するのが普通だよね。大事なのは監視ではなくて勤怠と仕事ぶりという2つの窓から体調を見守ること。牧羊犬が群れをそっと見守るのと同じだね。なるほど。でも移動したばかりだと慣れない業務だからできないのか。
体調が悪いからできないのかわからなくなりますね。まさにそれが2つ目の理由だから、なるべく以前できていた業務に戻すことが大事なんだ。復職の直後はどんな配慮をすればいいでしょうか？短時間勤務などですか？復職直後に数週間程度の短い期間、短時間勤務を挟むのはあってもいいと思う。ただ月単位になるなどあまりに長期間になるのは望ましくないと考えているよ。なお、短時間勤務の扱いは会社の就業規則によって違うから、そこは人事に確認してね。はい、当社の制度は後ほどご説明しますね。目指すのはほどなく通常勤務ができるレベル。復職した月か翌月のうちに定時勤務に3ヶ月をめどに少しずつ同僚と同じような時間外労働もできるように、そして遅くとも6ヶ月後には求められる通常勤務ができる体調管理を目指してほしいんだ。夜勤が必要なお仕事なら夜勤も含めてね。具体的な見通しがあると目標にしやすいです。この復職後のプランと見通しをご本人と職場で共有しておくことが再発予防にとても大事だから、今日はシェル課長とユキ課長に同席をお願いしたんだよ。見通しを共有できたのでじらせずでも計画的に受け入れられそうです。ちなみにこれは会社が無理をさせるためではないよ。配慮が長引きすぎるとかえってご本人の立場が苦しくなってしまうからなんだ。それから復職後の産業医面談は復職の3ヶ月後と4ヶ月から6ヶ月後の2回くらいはなるべく実施するようにしているよ。状況によって回数の増減はあるけどね。はい、プランを目安に体調を整えていきます。もし復職しようと思ったタイミングで元の職場がなくなっていたらどうなりますか？合併などで元の職場がない場合や人間関係が原因でどうしても難しい場合は、会社側で他の復職先を用意できるかどうか誠実に対話して落としどころを見つけていくことになるね。今日の内容は一般的な情報だよ。個別の判断は必ず主治医や産業医に相談してね。次回は復職後に不調がぶり返してしまった場合の対応とリワークプログラムについて続きを教えてください。後編で詳しくお話しするね。ご視聴ありがとうございました。